ブッダの教え、先人の教えに学ぶ。ある弟子がブッダに尋ねました。お師匠様は、すべて最初から自分独自の修行法を編み出されていたのですか？悟りへ至る方法を、すべて自分で考え出されていたのですか？お師匠様の教えは、これまでには、誰も教えてこなかった、全く新しい、教えなのですか？と、尋ねました。ブッダは、それは違うと答えました。私は、過去の賢者たちから、修行法についても、悟りを得る方法についても、数多くのことを学んできた。私があなたたちに教えている内容についても、過去の賢者たちから教わった内容が多く含まれている。あなたたちも過去の賢者から学ぶべきものが、たくさんある。と、話しました。弟子は、もっと詳しく聞かせてください。と尋ねました。ブッダは、わかりやすく説明するために、例え話を使って、弟子に語りました。例えば、森の中を歩いているとしよう。その人は、森の奥にある都を目指している。森に道がなければ、どこをどう歩いて行ったらいいかわからず、都へはたどり着けないだろう。しかし森の中に、以前に都へ向かった人たちが歩いた足跡が残っていて、それが道となっていれば、それをたどっていけば、都へ到達することができるだろう。それと同じことだ。と語りました。自分独自の修行方法や、悟りを得る方法にこだわる必要はない。過去の賢者たちが教えてくれていることや、過去の賢者たちが残してくれた言葉をうまく活用していきなさい。その方が効率的に、早く、真理を理解できることになるだろう。そして、ブッダは、このようにも語りました。私自身、過去の賢者たちの教えを参考にしてきたからこそ、ブッダになれたのだ。自分一人の力では、真理に到達できたかどうかわからない。その意味では、過去の賢者たちの教えに、とても感謝している。弟子は、よくわかりましたと答えました。個性的な生き方をしたい。自分ならではの人生を実現したい。という人がいます。しかし、先人から何も学ぶことなく、独自性を追求したところで、それを実現することが困難な道に足を踏み入れてしまったことになります。ブッダも、自身がそうしたように、思い悩んだ時には、先人の教えに、まず学びなさいと教えています。独自のアイデアを生み出す、4つのステップ。ブッダが悟りを得る以前は、世界には仏教という教えはありませんでした。しかし、当時の古代インドでは、ブッダが生まれる以前から、多くの宗教や哲学があり、様々な先人の教えや修行法が普及していました。ブッダは、まず、それらの先人が確立した考え方を学び、修行法を実践したのです。実際にブッダは、出家した後に、3人の賢者のもとへ弟子入りをしています。しかし、やがてこの教えや修行法では、真の悟りは得られないのではないかと気づきました。そこで、自分で発見した教えを新たに加え、自分ならではの修行法を試していったのです。これらの道筋は、4つのステップとなります。1つ目は、先人の生き方を学んでみることです。2つ目は、先人の生き方を実践してみることです。3つ目は、先人の生き方と少し変えて試してみることです。4つ目は、先人の生き方から完全に離れることです。このようにして、自分ならではの発見につなげていったのです。まずは、学び、真似してみることです。実際に試してみると、自分なりのより良いやり方が見えてくるはずです。それを試しながら、少しずつ検証していきましょう。より良いものが見つかれば、それがあなたの個性や独自性となるのです。